皆さんこんにちは。今日も最新のウクライナ情勢について、公開情報をコンパクトにまとめて地図を使って、いち早くわかりやすくお届けします。よろしくお願いします。チャンネル登録して通知をオンにすると、動画公開時に連絡が来ます。過去の動画も再生リストから合わせてご覧ください。ウクライナ情勢。ロシアがキーウに侵攻してから1097日、ちょうど3年となりました。まずは全般的な事柄です。先ほど公表されたウクライナ軍の参謀本部の最新の発表によると、ロシア軍の損失は兵士1050名、戦車9両、装甲戦闘車6両、砲44門、多連装ロケット3両、ドローン217機、その他車両110両、となっています。ロシアは過去最大となる267機の無人機と北朝鮮製の KN-23 を含む3発の弾道ミサイルでウクライナ全土を攻撃し、ウクライナ軍は138機を撃墜、119機は行方不明、3機はロシアを攻撃し、1機はベラルーシを攻撃したと報告しました。戦線全体では、1日で112回の地上戦の報告がありました。戦況図と並んでよく見られているウクライナとロシア情勢のニュースコーナーです。YouTube のチャプター機能で必要なところを見ることもできます。1番目。ゼレンスキー大統領は、ウクライナ戦争3年目のフォーラムの記者会見で、NATO の軍事同盟に加盟するのであれば、大統領を辞任する用意があると述べ、安全保障に取り組む姿勢を見せました。また、同時に自らが独裁者ではないことを暗に示したとも言えます。2番目。ドイツの総選挙で1位となったキリスト教民主同盟 CDU-CSU のメルツ党首は、外交政策の目標はアメリカから独立することだと述べました。同氏はアメリカ人はヨーロッパに無関心である。トランプ大統領の発言でよくわかった。我々の最初の目標はヨーロッパで独立した防衛力を構築しなければならないと防衛力を強化する必要性を強調しました。3番目。米ロ交渉でロシアが行っている心理操作について、元米国務長官顧問で安全保障会議欧州担当局長だったブライザ氏が解説しました。同氏によると、心理戦の最初は、ロシア側のドミトリエフ氏が CNN のインタビューで、ロシアは制裁解除を望んでいないと発言したことだったと指摘しました。この発言は、トランプ代表団を心理的に操作し、ロシアの要求を強めるものだった。これで、アメリカは、ロシアが多くのことを譲歩すると期待した。しかし、ロシアは、制裁解除だけではなく、多くのことを望んでいると発言し、アメリカ側の注目を引いた。その後、ロシア側は、ロシアの天然資源をアメリカと共同開発することを提案し、それがアメリカ経済にとっていかに有益であるか説明した。これは、ロシアの唯一の希望となる天然資源の開発がトランプにとっていかにも魅力的であるかのように見せたと説明し、実際は、これは制裁からロシア経済を救うもので、ロシアにとってのみ有益なものであると、ロシアの思惑を分析しました。また、ブライザ氏は、アメリカがウクライナに提示した鉱物協定について、これは、ドイツが第一次世界大戦で敗北し、ベルサイユ会議で課された条件よりも厳しく、どういうわけか、トランプは、ウクライナが同意しないことを要求した。当然ウクライナは拒否するだろう。今、ロシアは、ドミトリエフを通じて、もし、ウクライナがアメリカの要求に応えないのであれば、ロシアは応じると反対提案を行っている。そして、アメリカに大きな利益をもたらすことを説明している。しかし、これは巧妙な心理ゲームで、トランプは目の前に小出しに出された儲け話に魅惑され、自分が操られていることも気がついていないだろうとまとめました。最後に、プーチンは
ウクライナ停戦に興味はなく、いつの間にかロシアの制裁解除を実現し、今ではそれを通り越し、アメリカと世界を2分し、牛耳ることをトランプと話していると指摘しました。それでは、各地域の戦況です。戦況の変化のあるところを中心にお伝えします。その変化は大画面でフルスクリーン表示にしていただくと、街並みや日付とともに追いかけることができます。説明にあたり、過去に海外で起きた事件を参考に、ルジアンやルシアン軍など、YouTube 用に最適化した表現を使用しています。北東部クルスク、ハルキウ方面。双方が攻撃と奪還を行っているクルスクとハルキウ方面の戦況についてお伝えします。クルスク方面。作戦に影響を与えるクルスクの天気は晴れ。最高気温-4度、最低気温-13度。今日の天気予報も晴れとなっています。この方面でルシアン軍は13回の攻撃と20回の空爆を行いました。そのうち、ここ最近、ルシアン軍が奪還を進めているスベルドリコボでは、ウクライナ軍が再占領を狙い、国境を越えて侵入しました。ご覧いただいているのは、ルシアン軍のもので、国境からウクライナ側に入ったところの道路を観察している様子となっています。ルシアン軍は光ファイバードローンで応戦し、確認できるだけで、ウクライナ軍の T64、2両の BMP 歩兵戦闘車が破壊、遺棄されたところが確認でき、この攻撃は成功しなかったと考えられます。2番目。その後、ルシアン軍は西からウクライナ軍に反撃を行いましたが、この攻撃はウクライナ軍のドローンにより撃退されました。ここまでで、戦況図では、ウクライナ軍が撃退したところまでの占領地を縮小させ、係争地の拡大として更新しました。それ以外は、この方面で、戦況図に影響のある情報はありませんでした。ハルキウ方面。この方面で、ルジアンは5回攻撃を行いましたが、今日もウクライナ軍が撃退し、戦況図に変更はありませんでした。北東部ルハンスク州方面。東部チャシフヤール方面。クピャンスクからチャシフヤール方面の戦況についてお伝えします。この方面でルジアンは、クピャンスク方面で3回、スバトベクレミンナ戦で13回、シベルスク周辺で3回、チャシフヤール方面は6回、トレツクの方向では13回攻撃を行いました。シベルスク周辺。ビロホリフカでは、ルシアン軍がそこかしこに旗を立てて占領を主張しています。その数は数えられるだけで14個以上あり、実際にルジアンがその場所で旗を振って占領を主張しています。ビロホリフカは、ドンバス紛争時点から最前線の要塞として幾度となくルシアン軍の攻撃を跳ね返してきたところですが、今回はウクライナ軍が応戦している情報も、後退したとの情報も、どこかで立てこもっているとの情報もなく、じっと見ている状況となっています。戦況図では、その旗の振られた範囲を係争地の拡大として、また、集落の半分程度をルジアンが占領したとして更新しました。面積は3平方キロになります。トレツク方面。トレツク市内では、ウクライナ軍はドローンで圧倒し、ルジアンに損失を強いています。そのうち、市街地の西側では、位置情報付きの映像によると、ウクライナ軍が市街地に突入し、奪還作戦を行って拠点を設けることに成功しました。ご覧いただいているのは、ウクライナ側の戦術評価の映像で、地図の場所にいるウクライナ軍の兵士が、部隊の入れ替えと補給のために移動している様子となっていて、この付近に、ウクライナ軍の存在が確認できます。戦況図では、この場所で400メートルほど、ルジアンの占領地を縮小させ、係争地に更新しました。南東部ドネツク州、ポクロフスク、コスティアンティノピル、
ベリカノボシルカ方面の戦況についてお伝えします。この方面でルジアンは、ポクロフスク方面では34回、コスティアンティノピル、ベリカノボシルカ方面で13回攻撃を行いました。ポクロフスク方面。この方面では、市街地でルジアンの攻勢の勢いは低下し、前線の維持が困難になっています。そのため、郊外で攻勢を強化し、反対に、ウクライナ軍は市街地で小規模な反撃を行っています。1番目。ここ最近お伝えしているポクロフスク南東にあるリシフカでは、位置情報付きの映像によると、ルジアンの勢いがますます低下し、ウクライナ軍のドローンに押されています。ご覧いただいているのは、ウクライナ軍の第5突撃旅団のもので、地図の場所にいるルジアンたちを上から観察しているところとなっています。ルジアンたちは陣地にいるだけの状態になっているようです。ちなみに、第5突撃旅団は、これまでバフムトで活動していましたが、今月になってこの場所に配置されました。戦況図では、ウクライナ軍が当初の防衛線まで奪還したとして更新しました。ルジアンは、昨年10月の攻勢の絶頂時の攻撃地点からは 2.5 キロ後退、10日前から見ても 1.5 キロ後退しています。2番目。コトリネの南東郊外では、とても動く映像ではお見せできませんが、ルジアンが冷たい雪の上で横になってお休みになっていて、炎のような魂が激しく抜けている映像があります。この付近は、もはやルジアンが占領しているとは言えない状況となっていますので、戦況図では600メートルほどルジアンの占領地を縮小させ、係争地の拡大として更新しました。3番目。西側正面のナディーフカでは、集落の南北でルジアンが装甲車を使って小規模な攻撃を行いましたが、雪の上ですぐに見つかり、ウクライナ軍のドローンにより撃退されました。ご覧いただいているのはウクライナ側のもので、装甲車両からルジアンが降りて展開しているところを、ウクライナ軍がじっくり観察しているところとなっています。南側でも、ウクライナ軍の最強のドローン部隊の一つ、マディアールの鳥部隊が入り、ルジアンの前進は止まり、安定化措置が走行したようです。いずれも、今のところは、戦況図に変更はありません。コスティアンティノピル方面、ベリカノボシルカ方面。この方面で、ルシアン軍は、ポクロフスクより優先順位を上げて攻撃を行い、ウクライナ軍はコスティアンティノピルに後退して防衛を行っています。そのうち、ノボーチェレツベートの北東では、ルシアン軍が機械化攻撃を行い、ウクライナ軍が応戦しています。ご覧いただいているのは、ウクライナ軍の第110機械化旅団のもので、文字でよく見えませんが、地図の場所で、ルシアン軍の戦車が撃退されたところとなっています。旅団は、ルシアン軍は、2列で、装甲車10両で前進したが、うち9両が破壊されたと報告しました。この場所は、モクリアディ川で防衛線が切れているため、ルジアンが積極的に切り込んでいます。戦況図では、この場所まで、係争地の拡大として更新し、その後方は、ルシアン軍が一部占領したとして更新しました。面積は1平方キロになります。南部ザポリージャ州、南部ヘルソン州。これらの方面で、ルジアンは4回攻撃を行いましたが、攻撃は失敗し、戦況図に影響のある情報はありませんでした。その他、ウクライナ主要情報総局 GUR のブダノフ長官は、ウクライナ2025のフォーラムに登場し、ちょうど3年前に、クレムリンの最高指導部が、ウクライナの全面侵攻を下した経緯について発表しました。ブダノフ長官は、それはひどいもので、完全に誤ったデータを信じて間違った決定をしてしまった。当初ルシアン軍の特別軍事作戦は、長くて3日、余裕を見て10日と見積もっていた。3日以内にキーウに侵攻し、遅くとも10日以内にウクライナの抵抗拠点を制圧する予定であった。それが3年も続き、
莫大な資金が無駄になったのは、ロシアの特殊機関と諜報機関の完全な失敗だったと説明しました。しかし、ロシアは望んだ成果を達成していないが、戦略的な目標を放棄していないと強調し、ロシアの使っている弾薬の 50% は北朝鮮のものだと、北朝鮮が積極的に支援していることを述べました。最後に、前線では多かれ少なかれ我々の制御下にある。最近、武器の使用方法を変更し、ミサイルとドローンによるテロリスト的な攻撃に切り替えていると述べ、我々は今後も自制と忍耐が必要であると締めくくりました。今日は以上です。情勢分析やニュースの感想、最新情報など、ぜひコメント欄にお寄せください。最後に、このチャンネルにはサブチャンネルがあります。また、関連するTwitter、ノート、Telegram、ニコニコ動画があります。ニコニコ動画では、過去の動画を順次掲載しています。何かあった時は、これらのメディアで視聴者様にお知らせしますので、ぜひ、どれか一つでもチャンネル登録、フォローの方をお願いします。リンクは概要欄にあります。ご視聴いただきありがとうございました。